ペンネームアンさん、40代の女性からいただいたお悩みです。はじめまして、45歳独身です。動画を見させていただいています。一昨年、母が突然自殺し、その前後に大事にしていた猫2匹も旅立ちました。母の死が受け止められず薬を飲み始め、それから猫たちの死が続き、薬の量も増えましたが、仕事は何とかしています。でも毎日死にたくてたまりません。毎日苦しくてたまりません。どんな死に方が良いか毎日考えています。誰の役にも立たない自分が存在していても意味がないと思い始めました。早く母や猫たちのところに行きたくて、いろいろ身辺整理しています。離れて結婚している兄弟にせめて迷惑をかけないように、毎日猫たちがいるような音がうちの中でしています。会いたくてたまりません。自殺は悪いことですか？自殺しても母や猫たちに会えますか？それが一番の望みです。どうか何卒ご回答の方をよろしくお願いいたします。十々金戒という私たちが守って生きていったらいいという戒の中に不殺生戒というものがあります。この十々金戒という仏教徒が守っていくべき10の10個の戒律の中の一番最初に登場するのが不殺生戒です。不殺生戒とは命をいたずらに殺めることなかれという意味です。で、この戒というのは実は強制されるものではなくて、そのようにしたらよりよく生きられるというのが戒です。この仏教の戒の一番最初に命をいたずらに殺めることなかれというものがある。これは自分以外の命ももちろん、けれども自分の命ももちろん、自殺をするということはこの不殺生戒を犯すことになります。さて、アンさんの質問の最初ね、自殺をするということは良いことですか、悪いことですか。時々アンさんに限らずこのような質問が私のところへ届きます。私の答えはこうです。自殺をするということは良いことでもないし、悪いことでもないんです。残念なことです。とてもとても残念なことです。残念という字は念が残ると書きますね。それが残念。さて、アンさんの問題は何かと言ったら、お母様が突然自殺をなさった。それは大きなショックでしょう。衝撃でしょう。で、またそこへ猫ちゃんたちが、しかも2匹死んでしまった。これもまた残念なことです。そこへね、亡くなったお母さん本人はもう亡くなってしまってるんだから、今はどういう心持ちでいらっしゃるか分かりません。猫ちゃんたちがどう今思ってるかは分かりません。けれどもどうですか、アンさんの中に
自殺をなさったお母さんと死んでしまった猫ちゃんたちの念が残ってるでしょう。それが残念ということなんです。アンさんの次の質問。自殺しても母や猫たちに会えますか？それに対しての私の答えは、わかりません。私は死にかけたことはありますけれども、以前 YouTube でも話をしましたが、アナフィラキシーショックという薬のショックで、これまでに2度、そして食べ物で1度、同じような症状が出て、3度救急車に乗りました。心肺停止の寸前まで行って、もう自分が死ぬかもしれないという状態にまで直面をしました。けれども死んだことはないんです。死んでお母さんや猫ちゃんたちにアンさんが会えるか。宗教によっては死後の世界というのは 100% 存在しますということを言う宗教がありますけど、仏教はそんないい加減なものじゃないんです。そうでしょう。死んだことがない。だから死後の世界、アンさんがお母さんや猫ちゃんたちに会えるという確証はないし、また会えないという確証もない。だからわからないんです。けれどもアンさんどうですか？もしアンさんが死んでね、お母さんや猫ちゃんたちに会えなかったらどうですか？生きてても苦しい。死んでも苦しい。さて、アンさんへの処方箋です。アンさんが今この毎日死にたい、そしてその死にたいという思いがどんどん強くなってきている。その原因の一つは私は薬だと思っています。アンさんがお母様を亡くしたショック、猫ちゃんたちが亡くなったショック、それがすぐにそこから立ち直るということは何人たりともできないんです。アンさんに限らず。ですからどんな薬を飲んでらっしゃるのか分かりませんけれども、少しでもその苦しさを逃れたいと願って薬を飲む。しかもその薬の量を増えていっている。これはね、一時期致し方のないことなのかもしれませんけれども、薬の量が増えれば人間はその精神を錯乱します。ですからますますその死にたいという思いにとらわれていくんです。自分がね、まともな判断ができない。そして自分の持っている体の力を生かせない。それが薬によって生かせないとしたら、私はとてもそれは残念なことだと思います。アンさんは今離れて結婚して暮らしていらっしゃる兄弟に迷惑をかけたくない。だから私なんか生きてても仕方がないから死ぬと言います。けれども死んだ人のことはどうかわからない。けれどもね、お母さんが死に猫ちゃんたちが死に一番苦しんでいるのは誰か、一番残念なのは誰かって言ったら、お母さんや猫ちゃんたちじゃなくてアンさんなんですよ。
そうでしょう。同じように離れて暮らしている兄弟が、もしね、アンさんがこれで自殺をしたらどうなるか。お母さんが自殺をして、兄弟のアンさんが自殺をして、そしたらアンさんと離れて住んでいるその兄弟には念が残りませんかね。母も自殺して、兄弟も自殺して、アンさんは死んでどうなるかわかりませんけれども、兄弟に迷惑をかけたくないと言って、そしてお母さんも兄弟も自殺した。その残念が、アンさんが一番迷惑をかけたくないと言って、その今生きているその肉親に対してね、また念を残していくことになるんです。だからアンさんが死んでも、これは兄弟に迷惑をかけないということにはならないんです。いや、むしろアンさんが自殺をしたってなればね、警察の検視が入り、そして兄弟のもとに連絡が行くでしょう。これが迷惑をかけないということか。大いに迷惑になります。さて、仏教が戒の中の一番最初にね、不殺生戒を挙げているという理由は何か。それがいいこととか悪いことだからじゃないんです。残念なことだからなんです。残念というのは念が残るからなんです。死んだものはわかりませんけれども、生きてる者たちにも念が残るんです。いや、死んだ者にも念が残るんだと思います。私は自分が死んだことがないからわかりませんけれども、どっちにとってもメリットがないんです。だからできることなれば死なないでほしい。さて、先ほど言いましたが、私はアンさんはかなり薬の影響を今受けていると思います。処方箋としてね、できるだけ薬というものを減らした方がいい。そして新しい刺激をアンさんの中に入れていってください。朝早く起きて太陽の光を浴びる。毎日太陽の光を浴びる。太陽は命を励まし、命にエネルギーを与え、そして命に新たな息吹を吹き込んでいくという力があります。アンさん、どうか薬の量を減らして毎朝太陽の光を浴びてください。太陽に向かって手を合わせてください。お母さんや猫ちゃんたちの遺灰に向かって手を合わせてください。愛する者を亡くした人が一番その心の薬となるものは供養です。以前も私がこの YouTube でも話しています。それを探してみてください。供養ほど心の力になるものはない。朝起きて太陽の光を浴びて、お母さんや猫ちゃんたちの遺影や位牌に手を合わせてください。それがアンさんに対しての処方箋です。薬をやめ、朝起きて太陽の光を浴び、そして猫ちゃんたちの、そしてお母さんの家に手を合わせる。そして家から飛び出して会社に行ってください。会社の人たちにできることを精一杯やって、そして会社に貢献してください。会社の仲間たちの手伝いになるようにしてください。アンさんは放っておいても死ぬんですよ。人間はみんな放っておいても死にます。だから死ぬことはいい。大事なことは死ぬ前にね、アンさんが念を残さないように死んでいくということです。お母さんや猫ちゃんたちの死、
それを傷んで念を残して、そしてまた自分が自分の命を絶っていくというところに対して一抹の罪悪感も持ってるから私に質問してくるわけでしょ。そのまま死んだら確実に念が残りますよ。アンさん自身にも、そしてご兄弟にも。それがアンさんが望むことでしょうか。それがお母さんの望むことでしょうか。猫ちゃんたちが望むことでしょうか。私はそう思わない。そして私がそう思わないというだけでなくて、過去の先人たち、賢者たちが口を揃えて不殺生戒を唱えている。その理由は殺生が念を残すからなんです。残念だからなんです。いいとか悪いということじゃないからです。アンさん、どうぞ薬を減らして、朝起きて太陽の光を浴び、位牌に手を合わせ、仕事に行ってください。そして精一杯自分が今働いている会社の周りの人、会社に自分が持ている力を発揮して貢献してください。死ぬのはそれからでいい。それをせずして死んだら必ず念が残ります。放っといてもアンさんは死ぬんですよ。どうせね、死んでいくなら最後、今私が言ったことを力の限りやって生きてから死んでください。それが私からの処方箋であり回答です。